こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は久しぶりの動画になっちゃってすいません。今日はマイペースとか波動を整えることが大事だっていうお話をしたいと思っています。マイペースとかね、波動を整えるのが大事。みんなマイペースですか？人のペースに合わせちゃったりしてるかな。なんでね、この話をしようかと思ったかっていうと、子供たちのさ、学校が、ちょうど1年間今休みなんだけど、今年1年もしかしたら休みかもしれないっていう、今日学校の先生が、いつ言ってたっけさあれ。うん。昨日ぐらいにね、今年1年また学校、だから2年目の学校の休みになっちゃうかもしれないっていう話をしてたみたいで、もう本当に今までこんなことなんてね、きっとないと思うし、学校って当たり前のように行くとこだと思ってたけど、こういうことが起きてくる時代なんだなって思った時に、もうまさに自分のペースが大事だなって思うんですよ。波動を整えたり、安心してることと自分のペースでいること。なぜならこれって焦ることじゃないですか。みたいな。まあ焦っても焦んなくてもどうしようもないんだけど、そういう風なもし流れになったとしたらもう流れに身を任せるしかないと思うんだけど、ここで例えば、じゃあ学校が遅れちゃうからね、たくさんの人たちと同じように、じゃあ子供たちにいっぱい先生つけて、どっかで学ばせなくちゃとかね、誰かがやりだしたら自分の子供たちも同じようにやろうとしたりするじゃないですか。例えばですけど、なんかそれを周りの人たちと同じようなペースでやろうとしたりすると結構焦ったりとかバタバタするんじゃないかと思うんだけど、なんかなるようになるし情報も入ってくんだろうなと思って、やっぱちょっとでーんと構えるというかね、安心の中でいるっていうのがやっぱ大事だと思うし、なんかほら、子供のことに限らないんだけど、親だとするとさ、やっぱお母さんとかお父さんが伝統してるの大事だよね。どんなことがあっても。これはだからもう本当に、お母さんお父さんだけじゃなくて、自分が自分のために伝統しててあげるっていうか、わかんないよ。何があるかわかんないんだけど、やっぱり安心が大事だと思うから、安心していて、自分の人生のために、でーんとしてってあげる。だってさ、焦ったって焦んなくたってどうしよう、変わんないわけだし、なんだろう、毎日が大事だからね。なんか、どうしようどうしようとかさ、で、イライラしてる人とか多かったりとか、インドは結構のんびりしてるけど、日本とか遅だもんね。人に当たったりとかわかんないけど、もしそうだとしたらね、なんていうの、マイペースにやっぱり自分を守ってあげたり、自分のペースっていうのが本当大事だと思うんですね。でね、なんでこれ思うかっていうと、結構私はね、ずっとマイペースにやってきてるんですよ。本当にマイペースにやってきて、独自の人生を、みんなマイペースで独自の人生歩んできてると思うけど、あんまりね、流行りにも乗らないし、あの、みんながこっち行こうっつったら、行かない、自分が行きたければ行きますけど、こっち行こうって言って、自分が行きたいと思わなければこっちに行くっていう選択をしてきてるんですね。だから一人でも、一人で孤独なんだけど、なんつうの、あんまり乗らないんですよ。とにかく自分のやっぱりハイヤーっていうか心に従ってきてるから、わがままではあると思うんだけど、わがままっていうのかな、やっぱ自分の好きか嫌いか、やりたいかやりたくないかっていうちゃんと選択をしてきてるんですよ。そうだからこれでやってるから、今何かが起きたとしても、なんだろう、自分がどう思うかって思った時に、安心が大事だなとかさ、なんかみんなが焦ってたら余計にリラックスしようとかさ、っていう感じでちょっと真逆を行きたくなっちゃうんですよね。でもこれをやってきてるから結構いいんじゃないかと思うし、もし旦那さんとか特に焦るからすごい、どうしようみたいな感じになるから、大丈夫ですよみたいな、はい、とりあえず大丈夫ですよみたいな感じで、やってるって感じですね。親とかに対してもそうかな。うん。とにかくとりあえず大丈夫ですよから始まりますし、なんかそういう人が一人でもいれば、なんか大丈夫なのかなと思って安心しだすんですよね、みんな。うん。だからやっぱり自分自身のペース大事にしていただくといいと思います。でね、今本当にいい時期だと思うから、自分が何をチョイスするかっていうことを自分でちゃんと選択していくっていうことをしていくといいと思うんですね。波動を整えるっていうことなんだけど、波動を整えるってことは好きなことをやっていくっていうことなんですよ。
きってさすごい大好きな絵を描くとかそういう別に大きなことではない。これはだって大きなことだけど、今何やりたいかっていうのを自分で選択してあげる、これが好きなことだと思うのね。今私は動画を撮りたいと思って撮っていますけれども、これがもう自分の好きなことでしょ。でこの後にじゃあ何しようかなっていうので、多分コーヒーを飲もうかなと思うんですけど、でこの選択するじゃない。でその後に何しようかな、子供たちと団らんしようかなとかって感じで、こう自分のやりたいことをやってるわけじゃん。それが自分のやりたいことであるから、これが波動を整えるっていうことだと思うのね。でよく好きなことが分かんないっていう人いるんですよね。私は何が好きか分かんないから、よくそうチャートみたいのでちっちゃい頃から何が好きだったかとか、自分ってどんな人間かみたいな、そういうのをこうチャートとかに出して、それで自分はこれを使命としてやってこうとかさ、なんかこう研究したりする人もいると思うんだけど、今何やりたいか分かんないって波動乱れてると思うんですよね。波動乱れてるっていうの要はさ、波動が乱れてきてたっていうのかな。人のよくさあるのは、自分が本当は何が食べたいかとかっていうのは自分で聞かなくて、例えばみんなと一緒にいてね、この人が何か食べたいって言ったら、じゃあ私もみたいな、この洋服が可愛いよね可愛いよねっつって同じもの買うとかっていう感じで、自分のチョイスっていうよりも他の人にこう合わせてきてたり、他の人の目を気にしてそれを自分のチョイスにしてた場合だと、もうさ自分が何が好きかっていうのがやっぱり分かんなくなっちゃうんですよ。こういうペースになっちゃってる人結構いるんじゃないかと思うので、そうすると何をやってもやっぱり迷っちゃったりとか、自分の選択にこうちょっと揺らいじゃうっていうのかな、感じになっちゃうと思うから、今本当にいい機会だと思うので、今こう自分がやりたいこと、好きなこと、やっぱ波動を整えるっていうことをやっていると、もうおのずと好きなことだらけになっちゃうから、それは大したことない。こうやって椅子に座るだって今やりたいことなわけだから、これだって自分で選択するようになるしっていう感じで、自分の選択を一つ一つもう分かるようになってくる。自分が何が好きか何をしたいかっていうことを自分が自分で分かるようになってくるから、これがすごい大事だと思うんですよね。でそう今年とかさ、だからやっぱ変容だからね、インドもこういう感じで、これからちょっとどうなるかわかんないけど、なんかそういう感じのことがあったりとか、日本もねちょっと地震があったりとかね、緊急事態宣言とかも出てたりとこもあるみたいだし、なんか世界中でそういうとこもあると思うし、まだ今年はね、まだまだ今年あるけど、なんか揺れることがあるんじゃないかと思うので、自分のもうマイペースを貫くっていう感じですね。うん、それが大事だと思う。これは本当にいい訓練になると思うから、これを機会に自分自身がこう自分のこう選択を自分で知っていく。そうみんながこっち見てても自分がこっち見たいと思ったらこっちをちゃんと見る選択をしてあげる。こういう自分が選択があるんだってことに気がついていくと、これから先すごくね、より良い世界になった時もちゃんと自分が選択できるわけだから、なんかいい訓練になると思うので、これをプラスに使ってやっていくといいと思いますね。他の人がやってるから同じようにするとか、他の人のペースで自分が焦ったり急いだりとかやっていると、本当にこうやっぱこれ波動がとにかく乱れるし、このなんかいろんなことの対応していくのにマイペースが超大事ですね。あんまり入らない。あとやっぱり安心自分が本当に安心しててあげる、自分のためにですね。自分のために安心しててあげて、やっぱり私ね、家族いるわけだから、もう家族のためにもまず安心のもう象徴になるっていうかね、旦那さんが超焦るから、一番に焦るからね。だから私がいつも安心してんだけど、なんかそういう感じで一人安心してる存在がいれば、その周りの家族は本当に安心していくし、周りの人たちも安心のこの波動が伝わっていくと思うから、やっぱすごい大事だと思いますので、自分のマイペースとこの安心の波動、そして自分が何をこの波動を整える時に自分の選択をしていくっていうことをちょっといい訓練の時ですからやっていくといいんじゃないかと思いますね。ね、結構衝撃ですよ、私としては。やっぱ子供の学校が2年間行かないっていうことが今人生の中で起こるんだなと思って、2年ぐらい行かなくたってね、留年とかもあるわけだし、
2人とも学校行ってて、もうすぐソニーも行く年だからね。でもこれがやっぱり新しいスタンダードになるっていうさ、こういうなんていうの、学校行かなくても学べるっていうこの勉強のスタイルになっていくために、こういうようなことも起きてたりとか、いろんなシステムが変わる時だからね。この時に私たちは自分のなんかそういう外の世界に翻弄されててもいいんだけど、いつまでも翻弄されてんじゃなくて、マイペース、自分のペース、自分の選択をしていく。そしてリラックス、安心っていうのを心がけていくといいんじゃないかと思います。はい。そんな感じです。ではまた撮ります。あと、今度から、今度時々、コラボとかしてみようかなと思ってて、今度次の動画あたりでゲストとか呼んでみようかなと思ってます。新しいことをね、やってみたいなと思って、ね、チャレンジちょっとチャレンジ、あと新しいチャンネルもちょっとヒーリングチャンネルを作ろうと思ってますので、また皆さんにご紹介したいと思っています。ではまた撮ります。ではでは。